ニッチ。今回は時計師ニッチ目線で失敗しない腕時計の選び方のポイントを考えてみます。正直、個人の趣向が強く現れるこういう話題については参考にならないかもしれませんが、興味あれば見ていただけたらと思います。それでは一つ目はこちら。まず、自分の好みは年齢や収入、生活環境の変化によって変わっていきます。そこで好みを把握するために、適当なオークションサイトを除いて腕時計を検索します。そうするとざーっとたくさん出てきますね。それをどんどん見ていって、パッと見で気になった腕時計があれば、そのブランドをメモしておきます。これを日々行っていくと、自分の好みがわかります。ただこの時点では機能を考えてしまうと選択肢を狭めてしまうので、2進、3進タイプか、クロノグラフか、機械式かクォーツかなどは考えず、シンプルに見た目でグッときたものを選びます。次に価値を考えてみます。気になったブランドの公式サイトを除いて価格をチェックします。で、この価格ですが、ニッチは原価を考えます。原価で考える方が純粋な価値を見出しやすいように思うからです。一般的な小売業の原価率はだいたい販売価格の5から7割くらいなので、ひとまず簡単に5割と考えて販売価格を2で割ってみます。例えば30万円の時計なら15万円になるわけです。次にじゃあこの時計は15万円の価値があるのかなということをスペックから想像します。ケースの材質、文字盤の装飾、ムーブメント、ブレスの作り、革ベルトは何革なのかです。ケースはステンレススチールが一般的で安価で、貴金属になれば高価です。文字盤の装飾はただのっぺりしているのか、3例仕上げか、エナメルか。ムーブメントは汎用か、自社オリジナルか。ブレスは板巻きか、ソリッドか。革ベルトは牛か、リザードか、ワニか。何がどれだけの価値価格なのかというおおよその値頃感を持っていることが前提にはなりますが、価格の割に高価な素材を使っていたならば割といいかもと注目しておき、他に気になっているブランドも除いて比較していきます。こうしてスペックを見ていく中で時計の機能に自然と目が触れていき、シンプルなものが良いのか、スポーツモデルか、クロノグラフか、機械式か、クォーツかなどの好みが定まってきます。ニッチはデザインというのは単に見た目を華やかにしたり機能性を上げるだけではなく、どれだけ手間暇かけたかのアピールポイントにもなっていると考えています。そこで次に店頭に赴いて気になる時計の細部を見てみます。例えばケースは筋目と鏡面仕上げのコンビネーションで仕上げられていれば、それだけで手間がかかっていることは想像できるし、針やインデックス一つとってもプレスで打ち抜きっぱなしのものより面取りなど針全体に鏡面や筋目などの仕上げがされている方が良いものと見ることができます。それが手仕上げであればなおのこと。全体のデザインにもよりますが、ブランドロゴやインデックスも印刷よりもソリッドで作ったものを植え込んでいたり、エナメルの手書きだったりする方が良いとも考えられます。ブランドサイトで価格とスペックから想像していたぼんやりとした価値というものを確かな価値にしていく工程がこの段階で必要だと考えます。やっぱり時計は精密なので細部を見て判断したいと思っていて、ブランドサイトで見た感じ退屈でも実機見ると細部が美しく仕上げられているとかなりポイント高いですね。それらを作る工程を想像すると楽しくもなりますし、同時に職人への尊敬の念も湧いてきます。自分好みの時計で細部の価値を見定めた結果、これは良い時計だと考えたなら、次にこれからその時計と付き合っていく上でのメンテナンスのことを考えます。例えばその時計のムーブメントが汎用でパーツが世界中どこにでも転がっているものであればメンテナンスしやすいと考えることができます。世界中どこにでも転がっているかどうかを確認するにはどうするかというと、中の機械のキャリバーナンバーとブランド名を eBay などの世界規模のオークションサイトで検索してみるのです。
そのムーブメントを載せている時計やパーツがたくさん表示されれば、パーツ交換時に問題なく手に入れることができるなと考えられるし、これなら一般の修理業者でも修理できるでしょうから、費用を抑えることにもなりますね。また、ブランドサイトを覗いた時に、そのムーブメントを使った他のモデルがたくさんあれば、これもまた安心材料です。メーカーはそれなりにパーツストックを持っていると考えられます。メーカーの正規修理であれば、部品の保有期間にも注目します。モデルの生産終了から何年間パーツを保有するかです。これも必ずチェックします。これらのメンテナンスの視点で考えたときに、メンテナンスのしやすさや今後かかると予想されるランニングコストのおおよそを想定ができるので、もしこれがあまりにも高額であれば、使い続けていくのはきつくなるでしょう。以上のポイントにより、自分好みで価値のあるメンテナンスしやすい時計を買うことができ、失敗の確率を下げることができるでしょう。ただ、時計というものは数百円のものから数億円のものまで値幅が広いし、中には資産価値を帯びたものもあるので、市場価格を常日頃チェックし、資産価値の上昇を見込んだ買い方をする人には、何ら参考にならないでしょう。さらにメンテナンス度外視でコンプリケーションの時計を持ちたいという、ロマンというか憧れで買う人にも同じくですね。なので、どういう風に時計を選ぶかというのは、最終的には個人のフィーリングであるとか、合理的な理由によらないことも多分にあるので、失敗しない時計選びについてはなかなか難しいものがありますね。皆さんは腕時計を買うときにどういうポイントを考えますか？コメント欄に書いてみましょう。意見が集まると腕時計を買おうとしている人たちのためになります。以上、ニッチが考える失敗しない時計の選び方でした。ご視聴ありがとうございました。